はい、こんにちは。書道家の上平大我です。今回の動画はこちらです。じゃん。大我流綺麗なノートの書き方&文字のバランスをよく見せる方法ということで、今回ですね、こちらのジェットストリーム 0.7 を使ってノートを書いていきたいと思います。普段結構リクエストで文字自体を綺麗にしたいのは山々なんですが、それよりも先に手っ取り早く綺麗に見せる方法を教えてほしいっていうのは結構言われるんで、それをですねこのノートにまとめて書いていってますので、今からすぐに使える内容になってるかなと思います。で、先ほどお話ししたジェットストリーム以外にはですね、この蛍光ペンとあとイラストも描きながらやっていきたいと思いますので、最後まで楽しみながらご覧ください。それでは早速いきましょう。今回の動画はいわゆる手書き文字が苦手な人でもすぐに真似ができる、そんな方法をお伝えしていきたいと思っています。私も実際にノートを取っているイメージで普段以上に早く文字を書いています。なので一つ一つの文字をよく見ると雑に見えるようなものもたくさんあるかと思います。ただ今回お伝えする工夫を使うことで綺麗に見せることができますので、ぜひこの見せ方をですね、今回はしっかりと学んでみてください。カノンの BGM とともにお届けしていきたいと思います。こんな悩みを持つ方におすすめということで2つ挙げさせていただいてるんですけれども、学校のノートを見返すのが辛いと、汚すぎて辛いという方、それから一つ一つの文字は得意だけれども文章を書くとバランスが取れなくなってしまう、そのような方に特におすすめしています。なのである程度文字の練習をしているような方にとっても役立つような内容となっています。今回の動画はですね、ノートの書き方自体の解説は行っていないんですけれども、文字以外にもまとめ方の部分であったりとか、蛍光ペンの使い方、イラストの差し込み方などを参考にしつつ見てもらえると嬉しいなと思います。繰り返しにはなりますが、工夫次第でノートは綺麗に見せることができます。なので、その工夫を今回は真似してみてください。ちなみに、文字学習のステップは大きく分けて2つあると思っています。一つ目は文字そのもののバランスを学ぶ文字の練習、つまり基礎の部分。二つ目はその文字を組み合わせる文字の集合体である文章の練習、つまり応用。この2つになります。今回は基礎、応用という話ではなく、あくまでも見せ方というお話ですので、この基礎であったりとか応用であったりとか、そういった本質的な学びを得たい方は美文字シリーズというものも作っておりますので、そちらも一度覗いてみてください。そこでは文字の書き方の解説を行っています。それでは今回皆様が押さえるべきポイントについてお話をしていきます。コツをお伝えする前から眠たくなってしまっている皆さん、一度起きてくださいね。それではまず一つ目です。一つ目は文字の大小を意識せよ。文字の大小って何だろう。二つ目は止まることの大切さ。急がば回れ。そして3つ目は本当の形に騙されないでというこの3つになります。何度も申し上げておりますが、今すぐにできるもの、そして効果をすぐに実感できるもの、再現性というものを重要視しておりますので、ぜひですね、今紙とペンを用意していただいて一緒に書いていただくとより効果的かなと思います。一緒に書いていきましょう。私は今ジェットストリームを使って罫線の入ったノートを使用していますが、どのようなもので練習していただいても構いません。こんな感じで授業中にイラスト描いたりとか結構してたなっていうのがこの動画を作ってて思い出しました。皆さん紙とペンはご用意いただけたでしょうか。いよいよ本題のポイントその1です。1、文字の大小を意識せよというところなんですけれども、もうとっても簡単です。もう言葉の通りです。文字の大きい、小さいを丁寧に意識していきましょう。自分の文字のサイズ、ここに注目してみてください。今から2つコツをお伝えします。ちなみにこの解説を聞いているだけではなくて、実際に私がノートに書いてある文字、この文字にも注目しながらご覧いただけるとより理解が深まると思います。
そうこう言っている間に2つのポイントができました。1つ目はひらがなカタカナよりも漢字を大きく書くということ。2つ目は漢字の中でも画数が少ない漢字よりも画数の多い漢字を大きく書いてあげる。このポイントを押さえていれば文章として書くときにバランスがよく見えます。一度例題を見てみましょう。今日も一日お疲れ様でした。この動画を見てくださっている皆さんは学生の方ですか？それともお仕事されている方ですか？たくさんの方がいらっしゃると思うんですけれども、いろいろ皆さんが疲れている中、こうやって動画を見ていただき本当にありがとうございます。ポイントに移りますが、この文章を見ていただいたときに漢字を大きく、そしてひらがなを小さくという法則に従って書いています。もし法則に従わずに書くとどうなるかというのを示したのがこちらになります。とっても元気で見やすくはなったんですけれども、これだと文章が続けば続くほどあらが目立ってくるというか、バランスが悪く見えてきてしまいます。特に今回はもともとですね、文字がうまい、得意という方というよりも、文字を書くのが苦手という方向きの動画なので、そもそもの文字がまだちょっとうまく書けないよという前提でお話をしています。もし文字がうまく書けない状態で、さらに全部が大きい状態だったらどうなるか想像してみてください。文字が少し子供っぽくなってしまったりですとかしてしまうと思います。なので、この文字の大小というのは特に気をつけてみてください。それではおさらいとして3つのパターンを書いていきます。明日公園でサッカーをするという文章です。一番いいのは先ほどもお伝えしました2つのポイントを押さえている一番上になります。そして真ん中はですね、すべて大きいということで、こちらに関しては元気が出て悪くはないんですけれども、どうしても子供っぽくなってしまいます。そして最後ですね。これだけは避けてもらいたいというところなんですけれども、漢字よりもひらがなやカタカナが大きくなってしまわないように、ここだけは注意して書いてみてください。最後はちょっとしたイラストを描いていきます。私も小学校まではサッカーをしていて、なぜか腕の骨を折ったという経験もあります。次にお伝えしたかったポイントの2つ目です。止まることの大切さに関してです。どれだけ急いで書いているとき、特にノートなんてね、急いで書くことが多いと思うんですけれども、そんな時でも始まりの瞬間、曲がり角、跳ね、払い、ポイントとなる要所要所の部分に関してはしっかりと止まってあげるっていうことを意識してあげてください。この要所要所ができているかどうかだけで大人っぽい字なのか、それともただ急いでいるだけで雑な字になってしまうのか、この2つが分かれてしまうんじゃないかなと思います。そして文章を書くのに慣れていなければいないほど、書くたびにどんどん手に力が入ってしまって手が疲れてしまいます。そういった経験ありませんか？この疲れをなくすためにもですね、要所要所のポイントはしっかりと押さえる。だけど他の部分は適度に力を抜いて書く。この方法を覚えるだけで書くのも楽になりますし、見栄えも丁寧に見せることができます。ぜひこの止まることの大切さを再度認識していただいて、しっかりと止まって書くようにしてみてください。これもとっても真似するのが簡単ですよね。最初の瞬間とかいろんな部分、止まる部分あるんですけれども、焦っていてもしっかりと止まる。これだけ意識しましょう。ここで止まる時のポイントですが、軽く止まるということを意識してください。あんまりぐーっと止まりすぎるとボールペンのダマができてしまうので、軽く止まる。この軽くというところが重要です。一つ小技なんですけれども、打ち込みを作るイメージで書いてあげるといいと思います。あるなしでは見栄えが大きく変わってきます。ポイントは軽く止まる。ただそれだけです。3つ目はフォントの形に騙されないでということで、皆さんフォントのルールをご存知でしょうか？フォントはですね、正方形、四角形の中に漢字、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベット関係なくですね、すべてがその四角に収まるように作られています。それは書体がどのような形であってもそのルールは変わらずということです。つまりどういうことかと言いますと、手書きでその形を真似してしまうとあまりかっこよくならないということですね。なぜなら
フォントはすべての空間、文字の間の空間、文字と文字の間の空間、それらがすべて均等に保たれているからこそ美しく見えます。手書きでそれを表すのはなかなか難しいと言えます。なのでかっこよくならないというわけですね。もちろんですね、模写能力の高いスーパー天才の方であればパソコンの文字のようなものを書けるんですが、そうはいかないとは思いますので、今回手書きをする上で文字を形作るコツについてお話をしていきたいと思います。手書きの文字は基本的に三角形、逆三角形、ひし形、これをイメージして書いていただくと文字のバランスが取りやすくなってきます。うまく見せるためにこれらをすべて意識しましょう。それでは早速例題を見ていきましょう。まずは三角形の形です。左側がフォントの形になぞらえたようなもの。丁寧に書いてもこのような形になってしまいます。しかし右側をご覧ください。こちら三角形で書くとこのようになります。見栄えが大きく変わりましたね。特に手書きで書くときは一番長い線が長く見えるように書いてあげること。これをするだけで文字の見た目がかっこよくなりますので、ぜひ試してみてください。どの位置に長い線があるのか、ここに注目して文字を書く癖をつけていきましょう。逆三角形もこのような形。ひし形もこのような形で書いてあげるといいと思います。ここまで来ると手っ取り早く文章をきれいに見せたかったはずなのに、文字がきれいに書きたくなってきてはいませんか？子供の子に見られるようなカーブのある文字に関しての特徴も良ければ別動画でご覧ください。今回の解説は以上になります。皆様いかがでしたでしょうか？まだですね、最後、次回予告も含めて登場しますので、このまま切らずに最後まで見ていただけると嬉しいです。そして今回のそれぞれのポイントについて、概要欄に目次を作っておりますので、そちらから見たいところだけ何度も復習して見ていただけると、より効率的に学習ができると思います。そして次回予告を簡単になんですけれども、次回同じシリーズをするときには、また綺麗な文字ではなくて、可愛い文字を使って何か文章とかノートとかを書いていけたらなと思っています。はい、というわけでいかがでしたか？大河流ということでね、今回ちょっとまとめてみたんですけれども、他にもですね、いろんなカテゴリーでこういったことをどんどん配信していきたいなと考えています。次回ですね、先ほどノートにも書いていましたが、可愛い文字の書き方ということで、可愛い文字で今度は同じように何かしらの内容をまとめていきたいと思っています。もしですね、何かこういう内容を書いてほしいとか、こういうこと知りたいとかいろいろあれば、それをテーマにですね、可愛い文字を使いながら説明をしていきたいと思っておりますので、コメントいただけると非常に嬉しいです。それではこのチャンネルが良かったと思ったらチャンネル登録、そして高評価、コメントお待ちしております。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。